ごめんなさい。すいません。本番がやってしまった。またやってしまいましたね。ちょっと初めからの映像にしよう。すいません。こんばんは。もうここからきっとこうすいませんです。またやってしまいましたね。ここからもう一回映像を戻して、後でプレイするときはここから切ります。すいません。こんばんは。ナバールさん、なるさん、こんばんは。またやってしまいましたね。すいません。今日はね、ちょっとね、今さっき帰ってきて、ちょっとバタバタしてたもんで、慌てて動画も作ったから、ちゃんと作れてる感じは全然しないんですけど、まあゆっくり後で見てください。ちょっと待って、水飲む。ごめんなさい。大慌てです。また今日もね、暑いですね。さっきね、ちょっと雨降ったんですけど、さっきね、ガラパンの方にいる時にちょっと雨に当たったんですけど、戻ってきたら雨降ってませんでしたね。こっちの方で雨降ってほしいのに、テイストオブマリアナだっけ、今日はここ行ってきました。この間の、私行ったの初日、違う、2回目の時だったのかな。あの時はね、もうちょっと人がいたような気がするんだけど、ちょっと少ないって言ってましたね、地元の人も。ちょっと少ないな今日はっていう感じではいました。でもね、日本人はね、ほぼほぼ見ない。日本人はっていうか観光客はね、ほぼほぼ見なかったんで、観光客かなって思うような人に声かけてみると、みんな外れ、みんなほぼほぼローカルの人、ほぼほぼっていうか全員ローカルの人だった。まさかの韓国人のツーリストかなと思った可愛い綺麗な女の人2人組の人がいたんで声かけてみたんだけど、まさかのローカルでしたね。ローカル日本人だった。英語で声かけたら日本語喋ったからちょっとびっくりしちゃったんだけど、後でね映像出てくるんですけど、またそこの辺でもねちょっとやってるんですよ。今日もね、録画と録画じゃないボタン間違えて押したり、またいろいろやってますね。ね、あとなんかね、これ撮っていいのかなっていう感じだったけど、一応撮っとくかって思って、それもあと動画で見てください。とにかく本当にね、こっちが家の方に雨が降ってなかったのが思いっきりショックで、結構ね、テイストオブマリアナではパラパラ降ってきて、ザーザー降りっぽくスコールっぽいのが久々に来てるなって感じだったのに、ここ2ヶ月間ああいう雨見てなかったんだけど、だからこっちの方も降ってるんじゃないかって期待して帰ってきたんだけど、全くカラッカラに乾いてたから、もうちょっとね、ガラパンから見た時山の方は真っ暗だったから、雨降ってるだろうなと思ってたんだけどね、全く降ってませんでしたね。とにかくあとね、ほんとね、
日本食がちょっとほらやっぱり高いっていう雰囲気って昔あったと思うんですよ、サイパンって。それがね、今日ちょっと見たらテイスト・オブ・マリアナね、この後動画流しますけど、ローカルフードの方が高い気がした。ちょっとびっくり。なんか金八さんしかね出てないんですよ、日本食。あ、そうだよね、日本食はとしては出てなかったな。んで金八さん10ドルぐらいだったんですよ。10ドル以下って感じで抑えてあって、であのとこがなんか結構高くてちょっとびっくりしたんですね。10ドル超えてるところの方が多くて、でローカルの人にも聞くとやっぱり値段上がったし、みんなブツブツ言ってましたね。どこだっけな、どこに、あれ私 OBS に入れるの忘れてた。ちょっと待ってね。あれ私はちょっと何という失敗をしてるかもしれない。もしかしたら動画を転送だと思っていたの入っていないかもしれない。やっちまった。あれれれれ。じゃあその前にね、ちょっとね、もう一つ海の動画を流しましょう。ちょっと待って、これテイスト・オブ・マリアナの題名と全然違っちゃうじゃんね。テイスト・オブ・マリアナの動画まだパソコンに行ってないや、これ。いやー、ご飯食べてる場合じゃなかった。なんてね。少々お待ちを。少々待ってくださいね。ちょっとこれあれ言ってないのかな。またつないで自分のやったことを忘れてる。またちょっと待ってね、本当に言ってないもんこれ。それと今日ね、自分の動画を初めて初めてじゃないけど、この間もちょっと聞いたけど、5分ぐらい自分の動画をこのライブ配信聞いてみたんだけど、全然マイクがこれ聞こえてんの？みんな大丈夫だった？私自分で携帯で聞いてみたけど、私の声聞こえてないよね。ほぼほぼ音楽だけ聞こえてるっていう感じに感じたんだけど、これで大丈夫だったの？もう何回ライブやったっけ？50回ぐらいやったよね、多分ライブ配信。この状態でずっとみんな聞いてくれてたのかなと思って、もしマイク小さかったら言ってください。今日これで平気ならこのままいきますけど、パソコンのねマイク使ってるから、パソコンのマイクをそのまま使ってるんで、これでいいのかどうかちょっとよくわかんないですね。ちょっと待ってね、動画を映しますね。動画をどうすんだっけ。なんかまだ慌ててるな。どうすんだっけこれってそっかそっか。手を開いての、ちょっと待ってね。みんなにね見せたいけどね、見せたいので
ぜひ、大した動画ではいつもの通り大した動画ではないのだけど、一応ね、なんかマリアナ観光局が回ってない。まだリハビリ中だから許してください。マリアナ観光局ちょっとね、やっぱちょっとずれてるよなって思うんだよね。今言っちゃうとネタバレになっちゃうから動画が面白くなくなっちゃうからタイトルにも書いちゃったけどね、少しねずれてると思うんだよね。昨日の新聞昨日一昨日の新聞どっちだか忘れたけど、それでもオーストラリアのチームをブランディング化、サイパンをブランディング化するためにオーストラリアのチームを呼ぶ。今時の学生くんとかサイパンの学生くんとかの方が AI とか使って AI の方がよっぽどいいんじゃないかと思うんだけど、50万ドルとかって書いてあったよね。チームを呼んで支払うのに、賛否両論はあるんだろうと思うけど、でもちょっと高いんじゃないのと思うし、昨日も言ったか、これ言った出ちゃった。よし、今ちょっとね動画を映してますから、少々お待ちください。これ聞こえてる？本当に聞こえてんのかな。自分で動画を見てみたら音聞こえないじゃんと思ったんだけど、これでみんなよくなんか聞いてくれてるなっていうか、見てくれてるなって本当に思ったんですけど、ボソボソ喋ってるね、キャピ喋れればいいけど、キャピも喋ってないし、ボソボソ喋ってて、運営どこ行った？待ってね、最大マックス、あれ、なるさん、最大マックス、本当？ね、今ね、結構近づくんじゃなくて、そっか。マイクの音量を上げればいいのか。あんまり上げてもな。こんくらいで聞きやすくなりましたでしょうか。どうだろう、わかんないけど。聞きやすい？聞きやすくなった。もうちょっと待ってね。今動画を映してなんか夢見てたのかな。動画を映してもうパソコンに入れて OBS にも入れたと思ってたんだけど、今探したら入ってなかったから、ちょっともう一回入れ直しましたね。パソコンに今ダウンロード中なんで、日本じゃないんでシャシャッとはいかないから、ごめんなさいね。少々お待ちください。でね、だからちょっとね、動画も見てもらいたいんだけど、いつものように大した動画じゃないけどね。今映ってるのはこれ裏の道っていうの、なんていうの、これ植物園の道。空港に向かってこう山の道とガラパンを通る道と、あとビーチロードの道3つあるんだけど、山側の道、これ植物園を探してたんだけど結局分かんなくて帰ってきたんですけどね。ちょっと待ってね。
暑い、本当に本気で暑いんですけどね、これね。どうしよう。エアコンかけててもちょっと動くとめちゃめちゃ暑くなってくるし、なんかそんでダウンロードができたかな。ちょっと一回、あー大丈夫？ YouTube 切れてない？びっくりした。危ない。もしかしたら切れるかもしれないけど、この動画を入れたいので、ちょっとこれでいいのかな。少々お待ちを。メディアソースのままでいいかね。ここから、あれ、デスクトップに置いたよな。あったあった。で、これで、ちょっと待って。ごめんなさいね。バタバタして。バタバタで。すいません。そんなこんなで、待ってね。こう開いて、出てこない。いくらなんでもそんな遅くないよね。どういうことよ。ちょっと動画がパソコンに入る間、またね、昨日だっけ、どうかな、昨日のマリアナスバラエティまたもう一回オンラインカジノのことが載ってましたよね。やりますよっていう、もう絶対決めたんだからみたいな。いや知事がその前の日ぐらいにちょっと不安なんだけどっていうことを言ってたでしょ。言った記事が載ってたんだけど、昨日のまたマリアナスバラエティで、やりますよみたいな、オンラインカジノの法案は通ったんですよっていうことがまた書いてあったんですよね。なおかつ最大11社にライセンスを出せるようになった。20年間有効なんだって。で、値段まで書いてありましたね。カジノの経営をしたい人は2万ドル、ライセンス料年間ね。で、申請時に5000ドルなんだって。値段もちゃんと書いてあって、これなんでねこんなちょこっとずつ、もう深掘りするんならガガって深掘りしてくれればいいんだけど、そういうもんでもないらしく、上院が何対何で可決して下院もこれで14対2で決まりましたよみたいな状態のことをまた書いてあるっていうのがちょっとしつこいけど、しつこく書いてあるんだけど、少しさが深掘りではないっていうところがちょっといまいちだったかなって思われたので、どんなところがダメかな。知事がだから反対してたのに、もう法律が通ったよっていう結果を、もう一回言うよみたいな感じで新聞に載ってて、しかもなんでなのかなって、なんでわざわざ書かれてるのがちょっと違和感。ここのとこだから、やりますよ、やりません、不安ですよ、でもやるんだからねっていうのが繰り返しちょこっとずつだけ載ってるのね。
いや知事はほら憲法って言うんだっけ、憲法だよね。違反かもしれないのに議会は強行突破したよって言ってる後にまたこうやって絶対やるんだからみたいな状態で値段まで出して出てきたのが、なんかちょっと違和感、もう止まらないからねって言ってる人たちがいて、もう絵に描かれてたことをこんな、だって短い間に法案って普通決まる1月ぐらいに、1月か2月ぐらいにこの法案が出てきたんだっけ。カジノやりますよっていう法案が出てきて、で2月かで出てきて、今まだ5月でしょ、3、4、5ね、こういうことを3ヶ月ぐらいでパタパタって決めるってすごいな。このこと結構遅いのに、ちんたらやってんのに、なんでこれだけカジノのことだけ早いんだろうっていう違和感がすごい拭えないのね。もう絵に描かれてて、お前がそう言ったらこうやって俺は言うからっていうようなことがもう書かれてたんじゃないかっていう気がしないでもないよね。もうローカルの中で結局トークン発行して、ケニアン島内のカジノで使うだけなら CNMI の法の枠に収まるけど、とにかく連邦の承認がなきゃね、まず無理だから、連邦が承認してくるのが180日だっけ、180日待たなきゃなんないんだよね。とにかくこれスレッスレの底で意外と動いてる。動画いったかな、ちょっとね。いった感じ？いかない。まだもうちょっとですね、動画が。ほんとね、もう絵に描いてあったのを学芸会のようにこう順序よくやってるっていう感じな気がするんだよね。こんな3ヶ月の間にバタバタ違うわ。今見たら3月12日にケニアンの4人の代表団が法案を提出したんだって。で4月11日に知事が拒否して、で5月9日に上院が7対1で拒否を覆して、5月15日に下院が14対2で拒否をまた覆して、で法案が正式に成立したのが5月19日。早くない？早いよね。知事が言ってたのは連邦法と統合性に疑問がありますよっていうことを言ってて、ここの AG オフィス司法長官がダメじゃないのこれって言って、知事はダメだよねって言ってやめたんだけど、もう強行突破僕たちはやりますよって言って、現行法で今の法律で言ったらケニアン島内だけの限定になっちゃうんだけど、今の法律っていうかね、が地域からのアクセスが連邦法にこれ絶対ではないのか、引っかかる可能性があるだけなのか。引っかかったらだって
みんな銀行止まっちゃいますよっていう状態になるからね、怖いよね。今回昨日だからまた取り上げて値段まで入ってるってことは、やっぱスポンサーとか集めるためのアピール、地元企業もそうだし投資家とかに情報提供のためにこうまた上げたんだと思うんだよね。わざわざ2万ドルですよ、20年間ですよって前にも書いてあったことだから、わざわざまた書いてきて、この3ヶ月ぐらいの間にそういうことをバンバンアピールだよね、これね、きっとは。あと地元の人たちへこんだけ良くなるんですよみたいな、本当かなって思うんだけどね。ギリギリのあれだからね、多分。トランプさんの機嫌が良ければステーブルコインを応援してたわけだから、1月に機嫌が良ければ通るのかもしれないけど、わからないですよね、本当に。とにかく観光業が今のところね、本当になんかね、今日ちらっと聞いたんですけど、あれ私どこに撮ったんだろう、タイマークが飛ぶかもしんないっていうことを言ってましたね。もしスカイマークが飛んだら、なんか一人の人はスカイマークが飛ぶらしいよって言ってて、もう一人の方はお正月にでしょ、臨時便でしょって言ってたんだけど、それも怪しいよねって、台湾かなんかに飛行機が回されちゃうからっていうことも言ってたんだけど、どれが本当だかはちょっとネット記事に出てたのを私も今日見たんだけど、でもその内容を撮ったんですけど、どこに撮ったのか忘れちゃったんで、ちょっと後で確認し直してみます。でももしスカイマークが本当に飛ぶようになったら、ウィンドの人が喜ぶと思うんだよね。ウィンドサーフィン、アメリカの外資系の飛行機だと2メートルまでしか今持って入ってこれないけど、ウィンドサーフィン2メートル30とかそういう大きい機材になるから、ああいうのが OK になるかもしれないし、スカイマークのが大体が荷物が安いんだよね、確か。やったっけ？話飛んでばっかりでごめんなさいね。本当飛び飛びになっちゃったね。今スカイマークの話をちょっと思い出しちゃったから、思い出した時に言っとかないと全部忘れちゃうから。紙に書いてあるわけじゃないから、紙に書いとけって話だよね、話すことを。じゃないと思う、忘れちゃうんだよね。でもスカイマークが飛べば、でも大手は今の状況を考えたら、このステーブルコインとかオンカジのことなんかは特にじゃないかな。これがどうなるかを見定めてからじゃないと、大手は怖くて飛ばさないよね。飛ばしましたけどこれ引っかかりました、制裁の対象ですなんて言ったら、目も当てらんないことになっちゃうから、結局はこれが7月に MUSD ステーブルコインが発売されるっていうことだけど、で7月6、7、この法案をだからまだ決まったばっかりだから、トランプ大統領の方に出したのが、例えば今月でしょ、6、7、8、6、18、8月だよね、はっきりするのが。なんで7月に売り出すのかはわからないけど、
そういうのがこういうのがちゃんともうちょっとスムーズに運ぶまでは大手会社は動けないよね。日本からでも韓国からでも何かあった時には困っちゃうっていう話になっちゃうから、それまでこう計画を持って待ってての GO っていうことになるような状態でもないから、もう今本当にこうサイパンが盛り上がってて、向こうが来たくてしょうがないっていう状態なら、そういう待っての GO になるけど、こういうなんか問題っていうか問題なのか、これがいいことなのかどっちだかまだ判断がつかない状態でしょ。テニアのオンラインカジノステーブルコイン、連邦法に違反になったりなんかしたら場合っていうことをやっぱ大手は考えるから、それを待ってからっていうことになって、これから3ヶ月待ってる間にそういう大手が気が変わっちゃう可能性っていうのがあるわけでね。なんでこういういいことなのかリスクなのか、よくわからんね。これ本当に成功すればテニアへのトークンとしては、ステーブルコインとしてはもう投資っていうものではないはずだから、投資ですよってこれはっていうことになっちゃうと、ステーブルコイン自体がそうした時点でも違反だから、だからオンラインカジノをやっての儲けるっていうことを2万ドル払って5000ドル払ってっていう、それをやっての投資っていうことなら OK なんだろうけど、それが実際のところは、今は1月に出た大統領令、あと1月に何が出たの、ブロックチェーンで発行されたトークン、オンラインカジノで使っていいっていうのが一応テニアンの法律では通ってるけど、どこまで想像にしかないんだけどね。オンラインカジノは国外から今のところはめちゃくちゃグレーで、アメリカ連邦法の DOJ 司法省はインターネットの賭博っていうのをずっと適用してて、オンラインカジノは国外からアクセスさせたら基本アウトなのね。だからどこだっけ、あそこニュージャージーだっけ、どこだっけな、ニュージャージーだよな、ネバダじゃないよな、ニュージャージーでカジノは OK になってるんだよね、ニュージャージー州で。でもあそこの人口って言ったらサイパンなんかもちろん比べ物にならないわけで、ニュージャージー州がこういうオンラインカジノっていうことを、でも実質的本当にカジノがあるからあそこは通ったっていうことが書いてあったな。本当のカジノがあって、そこからオンラインカジノ合法的に成功してるっていう、アメリカの中でも数少ない州の一つで、でも他の州とまたいではやっていばいけないっていう法律があって、ニュージャージー州の中だけの人でオンラインカジノをやってるんだよね。30以上の合法サイトが今ニュージャージー州ではやってるらしいんだよね。それで成功はしてるんだって。でトークンとか特別なコインは使わないで、あそこはドルだけ
キャッシュだけだよね。キャッシュだけっていうか、ドル通貨だけを使ってやってるんで、州内に居住してるのみの人だけがアクセス可能で、もちろん IP 制限、ジオロケーションとか使ってるわけよ。で、本人確認もめちゃくちゃやってるし、マネロンのこともやってるし、もうとにかくね、規模が違いすぎる。めちゃくちゃ儲かってるらしいんですよね。2023年コロナ COVID 以降15億ドルだとかって前に何かに書いてあったな。15億ドル収益上げたっていうのをどっかで読んだ、でニュージャージーは米ドルを使ってるけど、ケニアンはそのパンダコイン、いわゆるパンダコインを使うって、そこがちょっとね、ドルでやればいいんじゃないのって、そう、なんかね、ちょっとわかんないんだけどね。で、規制機関がニュージャージーの場合は州賭博委員会っていう DGE がやってるので、テニアンはローカル議会と財務局がやってるので、アクセス範囲が州内のみで、テニアンはグローバル予定なわけよ。ここがちょっと問題なんだよね。今グローバル予定なので、本人確認もまだどうやってやるのかは発表されてはいないよね。で、連邦との統合性はもちろんニュージャージー州の方がめちゃくちゃ高いから、でサイパンは連邦とはまだ今無許可な状態で、もちろん極めて低いって感じです。信頼性で言ったらもうニュージャージーは10年の実績がある。10年以上かな。テニアンはゼロからのスタートになるわけだよね。連邦政府とね、絶対ぶつからないように慎重に進めたってニュージャージー州のあれには書いてあったけど、ケニアンがどこまでもうどうなの、今もね、連邦とはそんなに密なわけではないから、人口の差が違いすぎるよね。何人って言ったら900万人とかそういう単位の場所だから、サイパンとはめちゃくちゃ違いすぎる。これがね、やっぱりダメでした。投資7月とかにこう受付始まって2万ドルだの何ウだっていうお金が動いちゃってから、やっぱりダメでした。ケニアン島内だけのカジノになりますって言った日には大騒ぎだよね。まずサーバーをどこに置くか、サーバーをね、アメリカと敵対してるようなところに置いちゃいけないわけだから、ドバイって可能性もあるよね。ドバイに置く。ドバイにはね、なんかね、そういうオンラインのね、レンタルサーバーがあるみたいなことを前にミヤネ屋で言ってたんだよ。ちょっと調べてみないと分かんないんだけど、なんかね、そういうオンラインの貸し出しサーバーみたいのがドバイにはあって、ドバイとかインドはダメか。でもインドも友好国だからインドでもいいんだけど、ドバイが強いかもしんないよね。だって優秀なね、そりゃ優秀な人を雇わなきゃなんないでしょ。サーバーを立ち上げるって言ってで、テニアンにいてくださいって言ったらいくら払わなきゃいけないのって感じだよね。
そんな優秀な人がテニアン島にいてくれるかなって感じで、何人もでしょ。それもサーバーを動かしてオンラインカジノをやんなきゃなんない。だからテニアンには多分サーバーを置かないと思うんだよね、多分。ネットのツールだって光が一部入ってきてるらしいけど、一部なんかタイパンでも月$100かな出すと早いのを使えるんでしょ。なんか今の普通のじゃなくて、なんかお試し期間で今 IT&E かなんかで$100出すと速いスピードのインターネットを使えるって話だよね。書いてあったよ気がする。あ、動画がダウンロードされたよね。でこれでつけてみますか。ちょっと待ってサイズが直してませんでした。画面に伸ばしておくにしてオンです。ちょっと酔いそうだなこれ。時間なくて編集も適当なんですけどすいません。今日の様子ですね。今日のテイストオブマリアナ。消したよな。これ夕方でもね、地面ばっかり撮ってるかな。人が振り向いた途端もう地面を映すようにしてるんで、ちょっと怖かったから、めんどくさいからかなり時間かかるから、顔消してると様子は分かってもらえると思うんですけど、様子はこういう感じ。ワールドリゾートも出てたのね、知らなかった。一番端にワールドリゾートも出てましたね。テストマリアナ。ごめんなさい。いないってなるさ。そう。これまだね、夕方の5時半ぐらいかな。5時半ぐらいだと思うんですよ、これ。5時半ぐらいに、5時半過ぎくらいかな。6時ちょい前に行った時には、まだね、いなかったですね。ちょろっとだけ。でアクセサリーとか売ってる人たちで、普段はねこうお店は持ってないから、こういうお祭りの時だけこういう物品を売りに来るらしいんですよ。この辺はねローカルの人のこれね、多分音消してないと思うんだよな。これこんなのローカルのあれにあったっけって感じなんですよね。中国の人がよくやってるお札、ドル紙幣があって、making coconut oil with vanilla. This one medicine. We making this. Okay. あれで$50ぐらいだったかな、多分。$5札がこうあって、ボジョボの実かな。これを混ぜてあってやってましたね。この辺はね、ココナッツオイル、なんかこれはいいかなって、このおばちゃんがね自分で作ってるんだって。あ
と一つ分かんないのもメディシンって言ってたんだけど、お薬だって言ってたんだけど、何の薬かはちょっとよく分かんなかった。何の薬っていう感じだったんだけど、こっちは礼にかける礼ね、卒業でおめでとうっていう時にこうかけるだって。こんなのはちょっとお札がついたのは初めて私見ましたね。中国でよくねこういうのありますね、お札つけて。サイパンでもこういうのあるんだと思って、ちょっと知らなかった。初めてこれは見たんで。あと気になったのはやっぱココナッツのこのオイルと、ココナッツのオイルがやっぱり一番気になったかな。でキャンドルとかもね、おばちゃんが手作りしてるって言ってた。すごいな。いろんな少ないな、ブースが。でもここは金八さんだからスタッフいるんですけど、意外と他のところもこんなに普段からスタッフ雇ってんのかなって。こういう安くないです、日本食なのに。日本食ってもっと高いっていうイメージがあって、一番高いのでも10ドルぐらい。このとこがね、ちょっとこれで12ドルもすんのっていうのをちょっと聞いたり見たりしましたね。とにかく上がってる値段が。だからローカルの人は集まるとこでまたももう自分でレッドライスとか持ってきて食べてましたね。パックに入れて。お土産屋さんっていうか、こういうちょっとしたアクセサリー屋さんがちょろちょろ出てるんですけど、なんかねよくわかんないのが、カードが使える場所とカードが使えない場所があるんですよ。こういうフードのとこはカードが使えるらしいのね。でカードマシーンを使えるらしいんだ。だけどお土産屋さんとかは使えないらしくて、みんななんかちょっとねブツブツ言ってましたね。キャッシュにしなければみんな踏みとどまってやっぱり帰っちゃうって言って、トークンだと売り上げが上がんないって、ブース代だけ払ってって。でブース代がちょっとびっくりしたのが、私なんか45ドルとか70ドルぐらい、45ドルとか1ヶ月でね、そんなもんなのかなと思って、安いなとかって思ってたんですよ、この間まで。ただ今日まで。これ貝を手作りなんですって。ここは貝のこのなんかオレンジの貝がローカルの貝だって言うんで、なんかオレンジの貝で作って売ってるようなところが結構多くて、普段はここもお店はないんですって。インターネットだけです言ってましたね。インターネットだけでやってる。普段お店がないところが結構こういうふうに出店してやってるって言ってましたね。とにかくね、カードがこういうとこちっちゃいところじゃないな、食べ物屋さん以外は、食べ物屋さんは使えるけど他のとこは使えないんですって。それがみんなね、ちょっとねやっぱキャッシュにするべきだとかって言ってましたよね。この
経済が悪い時に、エコノミーがこんなに悪いのにトークンなんて買うかって言って、この人たちなんかブツ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 言ってました。本当にいろんな人が。だからタイヤだからレストランとかでは、いやいや普通にカード使えるよって言ってたんで、どういうことだろうと思ってもう一回聞きに行きましたもんね。カード使えるって言ってるけどどうなってんのって言ったら、私たちにはカードマシーンもらってないって言ってるブースがいっぱいありました。だから対応がちょっと違ったりするんで、ブースの値段がね結構高いんですよ。ちょっとびっくりしちゃったんだよね。1ヶ月でこの辺の町、ガラパンの町で小さなところを借りるぐらいの金額のを払ってこの1ヶ月やってるんですって。びっくりしちゃって、そんなに払ってんのと思って、私は本当になんか1ヶ月45ドルとか70ドルの話だと思ってたんで、なんかで数字を見たんですよね。なんかで新聞でこうテイストマリアナブースの値段みたいので45ドルとか75ドルとかっていう感じで見た覚えがあったんだけど、間違いだったみたい。何を見てたのか分かんないけど、めちゃくちゃ高いのにびっくりしちゃった。いくらなんですかって聞いたら、その辺の本当にね、ガラパンとかの普通のアパートとかの家賃払える、それ以上の値段でしたね。本当かよと思って。それでそれでいてオーストラリアとかのブランディング会社にはそんなに払うのに、こういう街で頑張ってきた人たち酔うわこれ。ごめんなさいね、画面がこんなにひどかったとは思わなかった。ちょっと適当にくっつけすぎちゃったな。すいません、申し訳ない。適当にくっつけすぎました。時間がなかったからごめんなさい。すいません。ちょっと酔うかもしれない。あとね、後半の方は音が入ってるんで気をつけてください。イヤホンとかね、イヤホンとかで聞いてる人、後半の方になったらこっからボリューム下げてって言うかな。これね、なんかミツバチさんっていうところ、ミツバチさんっていうパフェ、クレープとか売ってるとこがあったんで、そこに女の子が乗ってて、これ何かなと思って、従業員の子なのかなって初め思ったんですよ。で一応取っとこうと思って取っといて、で違うところに行って話をしてたら、今日地下アイドルが出るんだってよっていう話になって、本当すぐ帰ろうと思ったんだけどなと思って、じゃあ地下アイドル見ますかっていうことになったんだけど、でこれね、この方々ちょっと録音ボタンとオフとレックとオフをちょっと間違えてて、2人の綺麗なお嬢さんがいて、ツーリストだと思って喜んでちょっとインタビューしに行ったら、なんとローカルの人の奥様でした。綺麗なお顔も撮れなかったんだけど、すいません、申し訳ない。この人ね、綺麗な人でしたね。ちょっと最近に見ない。音出てんのかなこれ。この辺音消しちゃってあるかな。すごい綺麗な人で、サイパンで生まれた人だって言ってましたね。
綺麗ですよね。最近綺麗な人は撮りたくなる。あんまりね、スッとしたキュッとした綺麗な人とかローカルの人であまり見かけないような気がするから、ちょっと綺麗だなと思って話し込んでしまいましたね。ちょっと待ってください。お水飲みます。喉がガラガラ。25歳って言ってましたね。 YouTube OK って言ったら OK って言ってくれたんで、綺麗で優しい感じの人でした。こういう人を見れる、綺麗な人とかも見れる、こういうお祭り、まああってもいいかなって感じ。まあ私は男の子じゃないのであれなんだけど、綺麗な人の方がいいよね。変なしかめ面の人見るより。でね、ここのバーの中に入ると、このブレスレット、なんていうの、手かせなんていうんだあれ、手のテープをしなきゃいけないんだって。でアルコール飲めるとこはそこだけなんだって。知らなかった、全く。夜ですね、これね。ごめんなさい、全然動画のあれをしてないんですよね。こう全部つなげてとりあえず出したっていうだけの状態になっちゃって、本当にすみません。 South Korea. They would like to just say a few words. ここの辺からちょっと音が。Hello everyone! We are Sky Shirobas from Japan! Woo! Thank you! We are so happy! はい、ということで、私たちはですね、私たちの曲のミュージックビデオをサイパンで撮影したりしてるうちに、サイパンの素敵なところをたくさん知ることができたので、これから日本や世界中の皆様にサイパンのいいところをいっぱい伝えていけるように頑張りたいと思います。So as they were filming their music video on Saipan, they fell in love with the island, and they fell in love with the island and how beautiful it is. We would like to show our love to not just Japan, but to the love of Saipan, not just to Japan, but to everybody else in the world. Thank you so much. Thank you! Shout out once again to Sky Silvers for taking on the Marianas Ambassadors Goodwill Award. Thank you, shout out! K-POP に使ってほしかった。 See you tonight to the Taste of the Marianas. Introduction from the lovely ladies. ゴスペラーズの人たちを Hi, hello everyone! We are Sky Shirobas! I'm Honoka, please call me Honopi! I'm Moekino, please call me Moeki! She's 20, but I call her 90. Hot. Hi, I'm Yuka Yamane. Please call me Uka. Let's look up. Hi, I'm Naho Zenki. Please call me Zen-chan. Zen-chan. Thank you. Silva, are you この ready? 間会話に出てた Silva, I can hear you. Are you ready? Let's do this and let's promote our island.
Pick up your phones, pick up your glow sticks, and let's do this while the cameras are going around. Shout out Cinema, thank you for being part of this promotions tonight here at the Taste of the Marianas. Thank you! ここでコンサートをしたり Ladies and gentlemen, 飛行機満帆でしたね。気をつけてもらうと。韓国のね、あれ合唱団の映像出たかな。今どこが映ってんのかね、あんまり小さすぎて見えない。こっから音が出るのかな。あれ、音出てるよな。終わっちゃった？終わってないよね。大雨降られましたね、ここでね。指笛してたよ。両替所のとこ。こちら、こちら。なんだけど、コンサートじゃないな。少しだけ遠くにこうTシャツに着替え出てなかった。なんていう子たちだったかはさっきの流れって感じ。終わっちゃったかな。あれ画像飛んじゃった。またあれすいませんね。もしかしたらあれなんていう子たちだったかはさっきのクレープ屋さんミツバチのとこに書いてあるんで、戻って後で見てください。すいません、申し訳ない。ちょっと戻って見てみてね。名前覚えてないや。何だったっけな。全然覚えてないよ、これっぽっちも。ナマルさん、目が覚めた。すいません。音出るって警告は一応したんですけど。音眠りチャンネルに使わないでって、まあいい、使ってくれてもいいんですけど、ありがとうございます。いつもね。もしよかったらね、皆さんコメントしてくださいね。手持ち深さなんで、なんか人もいないし、昨日いっぱいいたのにな。あれ、みんな潜ってる、もしかして。うぬさん、深夜さんも出てこないの。もうみんな見てないの。今日土曜日だから遊び行っちゃってんのかな。誰が見てるのか分かんないわ。そういう感じでちょっとね、方向性違うと思うんですよね。これから売れてく子たちなのかもしれないんですけど、25、6の Chamorro medicine. Chamorro
This one oil, making coconut oil with ilang-ilang. This one medicine. この場にはちょっと合ってなかっ We making た。 this. 僕もね、 Okay. ロックバンドみんなね、ロックバンドみたいなのをやってたんだけど、ちょうど茶物のおばちゃまと話してる時に、この人もいい人で、なんか世間話もずっとしちゃったんですけど、もうね、みんな耳塞いでましたね。姉さん、姉さん、姉さん、潜ってた？もしかして。潜ってました。潜っててくれた。呼びました。だって誰もコメントくれないんだもん。なんか寂しいよね。皆さんいてくれたのね。嬉しい。あ、また始まった。なるさんとお姉さんの会話が始まっちゃうかもしれないけど、姉さん呼びましたよ。いや、なんとなくバレました。姉さん、なんとなくバレましたね。なるさんが「こんばんは、うねさん」って言ってます。うねさんバレました。うねさんとか「なるさんこんばんは」ですとうねさんが言ってます。なんとなくそんな気がしましたよ。うねさんどうですか？これ見てくれてました？アイドルと韓国、いる匂いした。めちゃくちゃ匂いした。匂いしましたね。匂いしましたよ。どうでした？韓国の合唱団と地下アイドルさん。どんな匂いするとか言って、どんな匂いよって。ココナッツかな、やっぱりココナッツフレーバー、と南国が似合いそうな姉さんなので、会ったことないけど見たこともないけど、なんとなくそんな気がします。姉さん、韓国アイドル見てくれました？なるさんも見てくれました？なるさんと多分同じぐらいの年齢なんじゃないですかね。音がでかすぎてビビった。ごめんなさい。さっきナバルさんがなんか目が覚めたぞってコメント来てましたね。すいません、音がでかすぎた。すいません、申し訳ない。居眠りチャンネルのはずなのにね。うとうと睡眠チャンネルか。うとうとみんな寝落ちするチャンネルのはずなのに、今日はちょっとごめんなさい。音でかすぎたか。30ぐらいの設定ってでっかいんだな。じゃあすいません。どのぐらいの設定にすればいいのかなと思ったんだけど、30ぐらいの。ナバルさんが寝れないじゃん。ナバルさん寝れない。ナバルさんほぼ寝てるのにね。はじめコメントですいません。本当だよね、ナバルさん。すいません。ナバルさん、普通だったらもうこの時間寝てるもんね、大体ね、多分。起きちゃった。申し訳ない。
本当に申し訳ない。本当に申し訳ない。音量のねあれがちょっとよここに来て寝に来てるここに来て、ちょっと待って、うねさん、ここに寝に来てる寝に来てるのね、すいません。睡眠チャンネルね、すいません。申し訳ない、本当に。ね、寝に来てくれるだけでもありがたいっていうのにね、ちょっとそこに入っちゃった。ナバルさんこの時間に起きてくるのちょっと珍しいよね。すいません。ちょっと待って、ねさ、ここアンミちゃん配信アンミ配信じゃないのって、アンミ配信じゃないんだけどね。ナバルさん、また寝るが。うねさんうるさかったよねってうねさんに同意を求めてるって感じ。それダメダメもう寝に来てくれんのもありがたいんだけど、とても嬉しいですよ。でもほら、あ、ここに書いてある、クレープのとこに。ね、多分みんなボリューム下げ言ったじゃん、今日は音が出ますよってみんな先に言ったんだけどな、今日はちょっと音が出ますよってダメだった。すいません。申し訳ない。なんかそんなナベルさん下げたらびっくりしたぞって今日はボリュームが音が出ますよって話はさっきしてたんだけどな。さっきんとこでもう寝てたってこと、もしかしてさっきその説明をしたとこでもう寝てた。なるさん、鼓膜は無事だったかな。すいません。なるさん、鼓膜は無事だったかなって出過ぎだ。すいません。申し訳ない。下げてましたよって。すいません、すいません。すいません。聞こえないって怒られるかなと思って。自分のね、今日配信を5分ぐらい見たんですよ。ちょっと見たかな。何喋ってんだか全く聞き取れなくて、聞き取れてんのかなと思って、みんな。私がなんかボソボソなんか
なんかボソ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 この配信聞こえるなって感じで、ちょっと自分の配信を見てびっくりしちゃったんですよ。ボリューム下げる前にスピーカーを押さえた。すいませんすいません。ちょっとこれ、そっか、もう一回流したから、そっか、音は消しとかなきゃね。すいません。音を消すなんだっけ、こうだ、音を消しました。もうごめんなさい。もう自分の声の配信を聞いてね。すいません。なるさん、スピーカー投げますよね。そんなではないでしょう。そんなじゃないでしょ、みんな。お姉さんもなるさんも。そんな、なるさんも。声を聞いたらちょっとごめんなさい。もうツボに入っちゃった。やばいやばい。なるさん、声をさ、ボリュームマックスだったから。だって自分のね配信今日本当に5分ぐらい聞いたんですよ。で知り合いの人と一緒に聞いたんだけど、何やってんだか全然わかんないって言われて、私もそう思ったの。いやこれ何喋ってるか全然聞こえないよって、ボソ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 って流れてるだけだったから、ちょっとねあまりにもごめんなさい。もうちょっと涙です。あまりにもボソボソすぎるから、今日はちょっとマイクの音量を上げたんですよ。私のパソコンの自体の、マイクの音量を上げたんだけど、今音を消してあるから大丈夫ですよ。おかしい。申し訳ない。こんなだった。30ぐらいの設定にしたんですよね。100がフルだったから、この動画を撮った時のその30ぐらいの設定で音出したんだけど、それでもでっかいのね。勉強になります。勉強になります。もう犬も起きたんですよ。すいません。15ですね。なるさん15、30だから、その半分でいいってこと。あの音量の半分でいいってこと。犬も起きたんですよねってなるさ。ワンちゃんごめんなさい。あの半分でいいってことかな。今度じゃあボリューム今寝てるから起こしてやろうってやったんだ。やってない、そんなことやってないよねさ。そんなことやってないよ。そんなことやってない。そんなことしてないよ。
そんなことしてないからね。そういうつもりで音を出してたんじゃないから。もう今消えてるからね。今消してあるから大丈夫。スピーカー投げないでね。それですねって。もうそれですねって2人で始まった。そんなんじゃないって、みんな寝てるから起こしてやろうって、そんな気はないです。全くそういうつもりじゃなかった。普段の自分の声がボソボソすぎて反省したんですよ。これみんな聞こえないじゃんって、何喋ってるか分かんないチャンネルなのに、これは寝に来るなって本当にちょっと反省してコメントしないかそんなんじゃない。うねさん違う、もうちょっとやばい、ツボにはまっちゃった。本当にこんなに笑ったの久しぶりだね。うねさん久しぶりってもう10年ぐらい笑ってないね、こんなにね。この間ちょっとこの YouTube チャンネル始めて、リハビリ始めて少し笑えるようになってきたけど、今日ちょっとやばいね。本当に笑っちゃってる。本気で笑ってる。コメントしねえから起こしてやるって。違う全然そんなこと考えてないって。全く違います。もう本当にもうやばい本当になるさんも乗らないの、そんなところで違うそんなこと考えてないってちゃんとそれですねって違うそれですねじゃないです。うねさんもなるさんも違います。いやちゃんとほらね、ちゃんと聞こえないよってまた言われちゃうとあれだからと思って、ちゃんと音を出しておかないとなと思って設定を30にしたんですけど、ちょっとねこの後の動画もあったんだけど、歌の続きなんで入ってないのかわかんないんだけど、全くもって聞きたかった。もっと聞きたかったですか。ダンスの続きを入れてたんだけど、音は消したんだけど途中から、それで多分動画も消しちゃったんだと思う。ちょっとね慌てすぎましてね、全くもってすいません、申し訳ない。コメント欲しがりなんだからすいません。ありがとうございますねさん、いつも感謝ですもうちょっと笑いすぎますねほんと先に言ったんですよ、音入ってますよって。今日は何回も音入ってますからね、気をつけてくださいねって、こっからですよって言ったんだけどな聞きたい人はね、もう一回戻って聞けばいいんだけどね。音入れてないとほらね、多分みんな寂しがるだろうなと思って、歌入ってないじゃんって言われちゃうから入れときましたねすいません、もっと設定を下げればよかった。音のボリュームのね、ちょっとね欲しがり屋さんですねちょっとねこんなもんだろうなと思ったとこで設定をしたんだけど、何回も聞いたんだけどちょっとうるさかったか、すいません。今度はちっちゃくします。今度は15にします。この中国の人も綺麗だよね。いやーちょっと設定ミスしました。すいませんスピーカー投げようとしてすいません
いや、私の声はじゃあこのボリュームでいいのかな、この状態で聞こえてるっていうことなのかな。私全然自分で何度も声のボリュームは上げた方が聞きやすいかも。今日ちょっと上げたんだけど、もうちょっと上げる、もうちょっと上げるちょっとだけ上げてみました。大丈夫ですか？大丈夫かな？大丈夫？どうですかね？どうですか？もうちょい上げて、もうちょい上げます。結構ね、上がってるよ。このぐらい喋らなきゃわからない。シャツか、答えを待っちゃった。ごめんなさいね。こんなもんでよろしいでしょうか。広告が入るのか。広告が入ると爆音広告なの？本当？広告か。広告と私の音の声のレベルの差がひどいってこと？広告を減らすとか、そういうボタンとか、他の配信者の人で、たまにいるんだけど、ライブ配信の人で、ちょっと今トイレとか行きますとかっていう時に、トイレや水取りに行きますっていう時になんかポチッとなっていうのね、ボタンを押してなんか広告が入るようにしてるみたいなの。だからいつもボリュームマックスで聞いてくれてるボリュームマックスで聞いてくれてるのに、私の音量、声の感じでボリュームマックスにしてて、今日の曲流れたらぶっ飛ぶよねすいません。私の声のトーンとは多分違うからなと思って、だからちょっと警告を入れたんですけどね。音流れますよって遅かったかナバルさんが起きてきたぐらいだからね、ちょっとうるさかったんだろうね多分うるさかったんだと思います。今日はね、もう振り向かれたらアウトっていう状態で動画を撮ってますからね。もう顔消しやるのに前回の時にえらい目にあったから、もうめちゃくちゃ大変だったから、でだからなるべく早い時間に行けば人がもういないだろう、少ないだろうと思ったけど、めちゃくちゃいないですね。この間のあれの時より全然いない振り向かれたらもうカメラを上に向けるとか、そういう対処をしてましたね。寝かさない策して違う寝かさない策略もう基本寝に来てるの基本にここに寝に来てるって感じです。もうちょっとお腹痛いわ。なんか本当に笑ってないのに笑うようになったわ。
なるさん、心地よいの心地よいって言っていただけるだけありがたいですけどね。ボソボソっとボソボソっと、本当に今日自分の配信聞いて、本当ボソ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 ってこれまあね、寝かさない策略では全然ないので、音が設定がちょっと間違ってましたね。声のボリューム大丈夫かな。うるさくない？結構上がったよ。どのくらい上げた？ 5 ぐらい上がったんじゃないかな。大丈夫ですか？うるさくないですか？聞こえてないとかってやめてね。これパソコンのマイクでやってるから、あんまりマイクの音を上げるともっと近づくじゃん。近づく。結構パソコンから離れてたから、今ちょっと近づいてみた。これでうるさくない？結構うるさいんじゃないかなって思って。パソコンのボリューム上げると、このほらパソコンのファンの音、声は大丈夫。もうちょい上げても大丈夫かも。本当にかなり近いよ今、パソコンにパソコンに顔をうずめて喋んなきゃならなくなっちゃう。パソコンにかなり近いですよ今。かなり近い状態で話してるけど、これでうるさくないの？だって初めの状態から30センチはそうなんだ。今初めの状態から30センチは近づいたかな。もっとかな。3、40センチぐらい近づいたと思うね。もうまあそう、結構近づいた感じなんで、これでうるさくない？大丈夫？もうならいいんだけど、今ボリューム7割7割。これで結構、そうでも本当にね、今日自分で自分の配信を初めてに近いぐらいに聞いたんだけど、これみんな聞こえてたと思って。私の言ってることほぼ聞こえてなくて、みんなね本気で寝に来てるだけなんじゃないかと本当に思ったナバルさんはまず本気で寝に来てるからね今日まだ高校くんに負けてんの？私の声が。マイク、何これ、パソコンのマイクのあれが悪いのかな。音感度だってかなり近いですよ。どこにマイクあるんだろうこれ、大体が分かんないんだけど、パソコンのどこにマイクがあるか分かんないんだけど、どこにあるんだろう。どこだろう。こうコン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 って音が大きくなれば近くなったって感じになる。マイクがねもうちょっと楽になったらマイク買います。楽に なってないのでまだほんとこの天空のシラパス天空のなんとかっていう人たちらしいですね。さっきのなんだっけ、今日の題名になってるのに忘れちゃった。なんて書いたっけ私、タイトル。地下アイドル地下アイドルの方々
天空のまた忘れた、天空のなんとかっていうらしいですね。ね、もうなんかこのね、せっかく出演してくれた綺麗な人たちもお姉ちゃん8ドルなの違うでしょ、あれお姉ちゃん何なんだろうね、何が8ドルだったんだろうね。クレープじゃないのかな、クレープだと思うよ、ミツバチさんのところに。なんであそこにだけ貼ってあったのかな、わかんないけどね。クレープ屋さん、クレープとパスタ屋さんなんだよね普段で、あそこに貼ってあって、私的には従業員の人なのかなってこうなんかこうイメージポスター的な、お店のイメージ的に貼ってあるのかなと思って撮ってたんですよ。で一周回って違うところでお話をしてたら、今日地下アイドルなんだよって撮っていきなって言われて、すぐ帰ろうと思ってたんだけど、もう撮っていくかと思って、7時からだからもうすぐだから待ってみようと思ったら、待ってみたら7時半ぐらいになっちゃって、で大雨は来るし、ザーって降り出して、家の方に帰ったらもう降ってなくて、全然すごい怖い思いして運転して帰ってきたのに、途中まですっごい怖い思いして、ちょっと待てば止む雨だったんだなと思って、もう今全く降ってないから、ただ蒸し暑くなっただけ。ああいう雨がちょっとね1日ぐらい続いてくんないとね、全く冷えないんですよね。いやー、もうちょっと笑いすぎちゃったな、ごめんなさいね、笑ってる場合じゃないよね。音程はこれから音は15ぐらいに設定します。じゃないとみんなスピーカー投げるらしいんですいません。夜になったらちょっとだけね人増えたけど、やっぱ中日だからって言ってましたね。こういうのはやるのは意味あると思うんだけど、やっぱり経済のこと考えて、トークンはやめようよって感じ。笑うのも大事。ありがとうございます皆さん。ちょっと笑いすぎたけどね、本当にまさかナバルさんがね起きてくると思わなかったスピーカー弁償ね、ダメだうねさんスピーカー塞いだだけでしょナバルさんスピーカー投げるって言ってた本当ね、申し訳ない。そんなにあれがあったんだね。そんなに音の差があったの。なんで再接続に成功って。また不安定だね、インターネット。この間はね、配信しようと思ったらね、停電ばっかり。スマホのスピーカー指で押さえたすいませんイヤホンしてなくてよかった。イヤホンしてたら投げるよねもう本当に申し訳ない。スマホのスピーカー、どこにあんの？スマホのスピーカーって。あ、ここ耳で聞くんだからこっち側か。この辺
なるさん、私イヤホンでイヤホンよかった。イヤホン投げらんなくてよかったです。もうすいませんね、音の設定が本当にまだね分かんなくて、ちゃんと確認しなきゃダメだねこれね。本当今日自分の動画見て本当にちょっと愕然としたもんね。音はって何喋ってんだろう、全く聞こえないと思って、これじゃ寝るわって思いましたね。本当に睡眠チャンネルって言われても間違いないわって本当思いました。だからこそのちゃんと設定をしたつもりだったんだけど全くもう土砂降り。この時なるさん、イヤホンで音量下げてくれてたって言ったからよかった。そのまま聞いてたら多分ね、イヤホンなくなってたかもしんない本当に。結構降ってるでしょ。これがねずっと続いてくんないと全然冷え冷えとしないのよね。今もねムシムシした感じ、蒸し暑いなって感じだから、エアコンつけないとちょっといらんない。結構こういう映えるポイント、テイストオブマリアの映えるポイントとかをお金かけてんだなって感じはしましたね。観光客いないからね。一番の今の心配はやっぱりステーブルコインとカジノ、オンラインカジノどう動くかによって大手の会社がサイパンに投資しに来るか投資するのやめるかっていうことを考えると思うんですよね。で今中途半端な状態の時に飛行機飛ばそうとか飛ばさないとかそんなのは考えないんじゃないかなって。とりあえず待ってる間にだからね、ステーブルコインとかオンカジがどう動くかによってどうなるかによって飛行機が決まって、そこから考え始めると思うから、それまで、待っててくれるのか大手の会社がね、分かんないですよね。サイパンがねもう本当に盛り上がってる状態なら向こうも今飛ばそうとかそういうことを考えられると思うんだけどね、こんなに寂れちゃったところに、そしてまたなんか危ないんだか危なくないんだかよくわからないような本火事っていう状態になっちゃうと、やっぱ私が大手の会社員だったら一歩引いてみるしかなくなるなっていうところだと思うんで、一気に挽回っていうところに出てきたんだと思うんだけど、それがどうなるのかなっていう状態でいますね。まあ詳しくは前の動画を見てくれればわかると思うんですけど、喉がガラガラです。ガラガラになっちゃった。ムシムシしてんのにちょっと待ってください。水を飲みました。喉がほんとガラガラになる。ムシムシ、今日はムシムシ本当にしてるんだけど、さっきの雨のあれで、でもそれでもねやっぱり
喋り続けてるとガラガラになりますよね、それはね。もうどんだけ喋ってんの私。今は一体何時なの？結構喋ってて、結構喋ってるよね。もう2時間ぐらい経った。なんだ、喉がガラガラ。まあそんな感じで今日は申し訳ない、音の設定ミスっていうのはありましたけどね今度はねちゃんと15ぐらいに設定して、なんかねまた来週もなんかあるらしいんですよね。なんか何があるって言ってたかな。ちょっとあんまり聞いてなかったから、半分聞いてて半分聞いてなかったからね。飛行機が飛ぶ飛ばないっていう話は耳立てて聞いてたんだけど、ダメだよ、ダメ。ね、ご飯あるでしょ。飛行機がスカイマークがまた飛ぶっていう話にはちょっと耳暖房にしてたんですけど、来週の項目演目についてはあんまり興味なかったんであんまり聞いてなかったんだけど、また来週元気だったら、来週最後なのかな、テイストオブマリアナ、確か。そう来週多分最後なんで、行けたら行ってみようかなとは思ってます。分かんないけど、先週もそんなこと言って先週も行かなかったからね。今日はね全然行くつもりなかったんだけど、夕方になってちょっと行ってみようかなと思って行ってみました。そんな感じです。また明日こそこの海の動画をずっと流さないままちゃってて、今日こっちがまたテイストオブマリアナが先になっちゃったから、旬の話題はね、みんな今日ビデオとか撮ってたから、ちゃんと動画を見たい人はなんか探せばあると思うよ。結構動画撮ってる人多かったから、YouTube とか Twitter とかどっかに上がってんじゃないかなと思います。あとね、変な話も聞いたな。なんかね、日本人がアメリカのっていうかサイパンの役所関係に勤めてる人、そういう人も私の話を知っているらしいの。それでもね、今日会ったりした人なんかの中にもいたんだと思うんだけど、昔はね、なんて久しぶりなんて結構声かけてた人がね、まずしかともう政府の文句ばっかり言ってるからかなと思って。でも私は知事はね信用してるんですけどね、知事とキャプテンと警察のトップ一応信用してるんだけどね、ちゃんと動いてくれることを祈りますけどね。このままね、あれもこれも強盗も泥棒も車破壊も全部犯人わからないなんて言ったらチャレになんないよね。犯人わからないのはあなたの件では起訴できませんとか、そんなことばっかり言われてるから、みんなね悪者扱い、そう私がね逆に苦情ばっかり言ってるみたいな状態に思われてんじゃないかなって言われたの。私そう全然知らない人ではないんだけど、その人は知ってる人だからそう言われてるみたいだよなんて言われちゃって、ちょっ
で私そんなこと言われるんだろうと思っていうその話の矢先にそういう関係者たちが関係の日本人たちがいたのね。で普段昔だったらもう昔の昔だけど昔だったらあーなんて向こうからこう言ってくる状態でいてくれた感じだったのに全くだったんであこういうことかなって思いましたね。まあ昔からよくしてくれてる人なんかはもう全然久しぶりに会ってもこう、まあ、一緒に話したりもする感じで今日はね結構いろんな人と会いましたね。まあ、自分がうろうろしてたからかな。こうフェスティバルの中をうろうろしてて動画撮ってたから結構いろんな人と会って喋るのためだった人もいましたけどね。ちょっと喋るのやめようって思った人もいたけど日本人じゃなくてねそれはねあったけどちょっと気づかないことにしとこうって思った人もいたけどめんどくさいからまだね本調子で喋れるわけじゃないからカミカミでしょ結局こう昔のようにちゃんと喋れてないから日本語だって喋れてないのに口が回ってないこういう状態ちょっとYouTube やっててなんなんだけど恥ずかしいっていうのを目の前にしたらちょっと恥ずかしいかなって思うからお姉さんやっぱり政府見てるなね私もそう思った。お姉さんそう思うよね。私もそう感じましたね今日ね。ってなんでこんなこと言われるんだろうと思ってちょっと後ずさりをしちゃったっていう感じかな。やっぱ見てるなって私もお姉さんと同じことを思ったっていう感じ。明日は日曜日でしょ。明日日曜日ですね。明日日曜日か。まだ配信ネタがあるんで配信していきたいなとは思うんですけどまあそんな感じで今日は声もまたガラガラになってる。もともとガラガラだけどなおもガラガラになっちゃってるんで2時間喋りっぱなしだからねそういう感じで、なんだっけ終わる時の終わり方もまだ本当に習得してないよね。よかったらチャンネル登録じゃないいいねといいねボタンチャンネル登録よろしくお願いしますっていう感じでいいんだよね。でちょっとなんか言ってよみんな何にも言ってくんないんだから安心だ。もう寝たっていう可能性あるみんな。ナバルさんも寝てるねきっとねとりあえず喉もガラガラになってきたんでそろそろ終わりにしたいと思います。でまた明日の配信よろしくお願いします。今日は姉さんなるさんナバルさんごめんなさいね起こしちゃったみたいでせっかくの睡眠チャンネルなんだっけ入眠欲しがり屋なんだからってすいませんねさんありがとうございますすいません今日もありがとうございました、ね、今日はちょっとみんなを起こしちゃうチャンネルになっちゃったんで本当に申し訳ないんだけどありがとうございました今度からボリューム気をつけます
それでは、またまたおやすみなさいです。ありがとうございます。失礼します。